広大な国土に悠久の歴史と多様な文化、そして14億を超える世界最大規模の人口。1970年代後半、改革開放を契機に急速な経済成長を遂げ、今や世界第2位の GDP とその存在感を高めてきた中国。しかし近年、ニュースやメディアで流れるのは経済大国とは大きくかけ離れた別の世界。需要不足、失業率上昇、不動産不況、大規模なゴーストタウン化してしまった街。これ全部廃墟ですよ。やばくない？今回は次世代の世界の覇権国として注目されてきた中国の裏の実態を見てみました。はい、皆さん What's up? バッパー翔太でございます。現在は中国でございます。今回はですね、近年ニュースでよく見かける中国経済低迷。今回ね、地元の人に聞いた話によると、数年前までね、ハイブランドを求めて賑わっていたショッピングセンターからは人が消え、中国各地では空き店舗が続出。人々はね、節約志向が強まり、安価なお店に集まり、2023年後半あたりからデフレが続いていると言われている現在の中国。I think it is very hard to get a job because now many companies, they are bankrupt. そしてね、経済低迷が長期化する要因の一つとして不動産不況の長期化。現在中国各地には約9000万棟の空き住宅があると言われているみたいで、中国各地ゴーストタウン化しているという話も聞いたんで、今回は実際に中国不動産の実態に迫ってみたいなと思います。はい、今回はですね、NordVPN さんからの動画提供ということで紹介させてください。僕はね、ネットを通じてのハッキングや情報漏洩を防ぐためにですね、VPN を日本にいるとき、海外を旅しているとき限らずいつも使っててですね、今もちなみにインドネシアの空港の Wi-Fi を使ってるので、VPN を使ってネットを使ってるっていう感じですかね。世界中旅してね、リモートワークを行うデジタルノーマドと交流を通じて、ハッキングやですね、情報漏洩といったセキュリティリスクがですね、以前にも増してるとの話もあるんで、僕はですね、以前にも増して気を使ってネットを使ってるっていう感じですかね。そんな中でもですね、NordVPN は他の VPN サービスと比べて圧倒的に速度が速く、113カ国に高速サーバーが設備されているので、いろんな国でですね、ネットの速度のストレスがなく、使えるって感じですかね。またですね、1カウントで、10台まで端末を守ることができるんで、僕はちなみにですね、ここにあるスマホ、それと、パソコンを VPN つなげてネットを使用してるかなっていう感じです。で、こんな感じでですね、アプリでめっちゃ簡単にですね、素早く接続するんで、そこもね、ストレスがないかなっていう感じです。このね、動画の概要欄のリンクからアクセスすると、2年間プランの大幅割引、あとですね、利用期間4ヶ月延長キャンペーン、30日間の返金保証とかもあるみたいなんで、皆さんチェックイットアウトしてみてください。ということで、Back to the video。約687の都市があり、不動産セクターは国の総 GDP の約3割を占める中国。中国では1949年から1978年まで土地はすべて国有で、国家が提供する住宅に国民は事実上無料で住んでおり、不動産の売買はそもそもされることがなかった。しかし1978年、一定の格差の発生は容認し、とにかく成長を目指すという鄧小平による改革開放政策によって土地使用権の売買が解禁された。そして1990年代以降では住宅の自由売買も認められ、居住者にはもともと住んでいた住居を無料もしくは低価格で譲渡されたことで住宅売買が活発になり、都市部住民を中心に大量の富裕層が生まれた。現在中国の都市部での持ち家率は 90% を超え、個人資産に占める不動産の比率は非常に高く 70% 以上に達すると言われている。中国では土地のすべてが国有化されていることから、個人や開発業者などが土地に建物を建てる場合、政府から土地を制限付きで賃借するので、多くの場合は地元の土地の価格競争が起きる。その結果、住宅需要の増大と相まって不動産価格は過去30年近く右肩上がりで上昇し、不動産開発も一気に加速した。
実際に日本では毎年約82万棟の住宅が建設されているのに対し、中国では毎年約1000万棟以上の住宅が建設されている。そんな中、不動産価格高騰が本格化した2010年頃から政府はバブル崩壊を警戒し、市場の安定を求め住宅購入希望者と販売側のディベロッパーに対する制限を行い、不動産価格高騰の抑制を試みた。しかしコロナ禍が本格化すると一時期不動産取引はほぼ停止状態に陥り、その後米中貿易摩擦の悪化、ゼロコロナ対策による中小企業の倒産、若者の失業率上昇などの経済的影響により不動産価格が下落傾向に陥った。高騰の抑制から一転、相場の下落阻止として中国政府は新築住宅の値下げを禁止する値下げ禁止令を出したが、それにより不動産価格が値下がりすることを悟った投資家たちは手持ちの不動産物件を売りに出し、中古住宅が溢れるようになった。その結果、住宅購入希望者は下落が進む中古住宅の購入に向かう傾向に陥り、2023年には中古住宅の販売戸数が初めて新築物件を上回った。それによって新築が売れなくなった販売側のディベロッパーは在庫が急増。中国不動産大手は巨額な負債を抱え、事実上経済破綻状態に追い込まれることになり、現在中国では都市住宅物件の全体の約 20% が空き家状態、ゴーストタウン化した街が広がっているとのことみたいです。さてやってきたのがメディアなどでね、中国最大のゴーストタウンと書かれている内モンゴル地域にあるオルドス市でございます。いやー寒っ。 Okay guys, thank you so much for your time, bro. Yeah, it's good. Yeah, you guys from here? Yeah, Right. we're from here, locally. Locally, Yeah. okay, that's Yes. good. So you're gonna show me around today's years. Yes, absolutely. Thank you Yes. very much. Welcome to Ordos. Thank you. Yeah, welcome. こんな感じで歩いてるとですね、ごく普通の街なんですけど、見てください、急にね、こんな感じでとんでもないどでかい廃墟群がバーンと街中にあったりみたいなね、そんな感じです。Bro, what happened to this building, man? I've seen this like this for 10 years. 10 years Yeah, it has been stopped. What happened? it was ready for sale. Okay. It should be a shopping mall and It was shopping mall in the bottom. and a community Yeah. and some workplace, but it seems to be abandoned. Do you think because of like real estate bubble is explode, that's why? I think so. Yeah. Yeah. オルドス市はもともと小さな農村だったが、1990年代に膨大な石炭資源の発見により急変することになった。中国全土の6分の1の石炭埋蔵量を有するオルドス市では、財政収入が増えたことによって大胆で大規模な住宅開発、商業ビル、近代的な公共施設など次々に積極的な都市開発が進められ、2008年には1人当たりの GDP が上海や北京を上回り、中国で最も裕福な都市の一つになった。しかし、大胆な計画と巨額の投資とは裏腹に、人口流入は地方政府が期待した規模では決して実現せず、さらには欧州経済危機や中国政府がより持続可能な経済へと移行した影響により、石炭の需要は減少し、石炭価格も下落。市の収入と経済活動は急激に低下し、雇用の減少と不動産価格の高騰、多様性に欠けたオルドスから人々は消えていき、着工済みの物件の8割が建設工事をストップ。過剰に建設した建物だけが残り、ピーク時には空室率 90% 超の最悪のゴーストタウンと呼ばれるようになった。石炭産業でね、潤ってた時代、お金持ちになった市民の9割が都市化やインフラ設備のために不動産開発会社とかですね、石炭開発業者に、金利 2% から 3% でお金を貸してたみたいなんですけど、その後ね、不動産バブル崩壊、石炭産業衰退したことによって不動産会社の社長たちは行方不明で帰らぬお金となったみたいで、市民たちはですね、怒りデモがね激化してるっていう話もあったみたいです。でも市内はですね、ネットで書いてある情報より賑わってるなっていう感じですね。そしてここがですね、友達の住んでいるマンションとのことみたいなんですけど、不動産バブル崩壊の影響でオーナーが逃亡し、建設は中断。さらにね、ここには駐車場も作られる予定だったみたいなんですけど、それも手がつけられないまま放置状態。
すでにね、お金も支払い済みなので、仕方なくこの不完全なマンションに住み続けざるを得なかったみたいです。すごい傷跡ですね。いやでも住民もたまったもんじゃないですよ。お金払ってでそのままストップされて、駐車場もこのね下も設備されないまま住まないといけないと。とんでもないな。オルドスにはこのような建設途中で放置されたビル群が至る所に存在しているそうです。いやここもですねすごいです。皆さん見てください。多分3分の1しかできてないんですけど、上見てください。もうすっからかんっていうね、そんなビルディングがどでかいのが123451020ぐらいあるって感じです。すごい規模です。でこんな感じでコミュニティみたいな何棟もあるマンションがもうところどころボン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 ってあって、ほとんどがちゃんと最後まで終わってないって感じです。途中で終わってるって感じです。でね、ここもできてるねマンションとかもあるんですけど、できてるマンションとかはほとんど人が入ってないってことで、向こうは学校を建てる用の土地とかがあったりですね。いやこんだけ人入ってないのに学校なんか無理やろいう感じですけど、もうなんか笑いしか出えへんわまた。どうして中国各地にこのようなゴーストタウンと呼ばれる過疎都市が多く存在するのか。今回地元の人に聞いた話によると、中国の地方政府は土地を売って予算を確保する土地財政に依存、つまり国有土地の売却益が地方政府の財政収入を支えていることから、需要の低い地域でも大規模な不動産開発を行い、実際に住む人がいないにもかかわらず大量のマンションや住宅地が建てられ、不動産価格の高騰が続いているとのことみたいです。そして不動産投資以外の投資に対して厳格な規制がある中国では、ほとんどの場所に固定資産税がない不動産に投資する傾向があり、投資家の多くは将来の子供や孫の世代のために不動産に投資する。住宅は単なる住む場所ではなく投資商品として捉える方が多く、空き家などが続出しても何の違和感を持たないとのことみたいです。はい、ここがですね石炭産業で栄えてた時、約ね100万人以上の新しい居住者が住めるように設計され、ウィキペディアによると推定投資額約1兆1000億元と書いてあった芳橋エリアっていうとこなんですけど、ネットの情報によるとですね、現在も 97% が空室とのことみたいです。はい、見た感じですね、完全なるゴーストタウンっていう感じではなさそうですね。車の数は少ないんですけど、車があるのと人もちらほやいるなっていう感じで、店も開いてる店と閉まってる店があるなっていう感じです。しかしこれらの人たちは果たしてここに住んでるのか、それともただ単なる観光客なのか。はい、ここはですね芳橋の中心街にある、これがですねミュージアムと、こっちが図書館、その周りにはですねシアターだとシネマと、あとショッピングセンターが3つあるんですけど、人がおらんのにこんなバカでかいミュージアム笑えるな。図書館もですねミュージアムもこんだけ規模がでかくて設備がめちゃくちゃええのにもかかわらず、観光客、使用してる人はほぼいないなっていう感じで、警備員の人だけがおるって感じです。かなりちょっと言い方悪いですけどお金の無駄ですよ。こんだけの規模で人がほとんどいないというね。続いて芳橋のショッピングセンターへやってきました。見るからに全然お店やってなさそうですけど、実際中はどうなんでしょうか。ショッピングセンターの中は1階はやってる店やってない店がちょこちょこっとあったりで、2階3階4階は全部エンプティっていう感じみたいです。でも残念ながら中には入れなかったんですけど、今ですね他のショッピングセンターの中にも入ってきたんですけど、すごいですね気味が悪いというか、こんだけでかいショッピングセンターがあるのにもかかわらず人が全く入ってないというね、そのショッピングセンターの規模と人数が釣り合ってないって、そんな感じですかね。空いてる店もねこんな感じでちょこちょこあるんですけども、ほとんど人がいないって感じです。Hey bro, so you told me that one also another shopping center, right? Yes.
So there are 3 shopping centers very close by. Yes. Doesn't make sense. Yeah, it doesn't make sense. Alright. Nothing makes sense here. Because one shopping center has so many empty space. yeah. And then Just they have look 3. how huge is it? I know. 空室率 99% とはいえ、街の中でちらほや見かける人々。まあ聞いた話によると、ほとんどの人たちは仕事関係のみでこの街にやってきてるとのことみたいです。さて今やってきたのがですね、神橋にある住宅街なんですけど、見てください。ものすごい規模の住宅街があるんですけど、住んでる人はもうほぼゼロっていう感じです。これ一体どないするんやろって、この規模。いやすごいな。ほとんどですね、窓にですねテナント空いてますよとか、売りに出てるテナントがあるんですけど、入ってる人がいないというね。でね、立派な公園とか道路とかもあるんですけど、歩いてる人もゼロというね。すごいな。これは空室率 99% じゃんですか、ここは。さて皆さんやってきたのがローカルレストランということでちょっとやってまいりました。で、これがですね、ライス湯みたいな感じ、ちょっとね、米の味がするお湯みたいな感じですかね。僕はですね、ついお箸ちょっと日本みたいな感じでこうするかなと思ってたんですけど、中国ではみんなこういう感じらしいです。こういう感じで食べるみたいです。Right? So you eat like this, no? Yeah. Can you show me? How to eat? Maybe this. Wow, that's very different as Japanese style, bro. さて皆さん、これが、モンゴリアンスタイルっていう、モンゴリアンスタイル、right? In the Mongolian. モンゴリアンスタイル。ライスとライスの上にですね、野菜とポークの肉ががっつり煮込んであるやつみたいなのがバーンと入って、で、あとね、ちっちゃいね、野菜とかがいっぱいあるっていう感じですね。このね、砂漠にしか生えてない、この野菜もですね、めちゃくちゃ美味しいです。で、このね、焼きうどんもこれちょっとモンゴルで食べたことあるしっていう感じで、米がですね、相対的に結構硬いです。もっと柔らかい米なんかなと思ってたんですけど、聞いた話によると、中国の南はどっちかというと柔らかい米が好きみたいで、北に行くと結構硬い系の米が好きみたいです。なんか地域によっても米の作り方とかもちゃうらしいです。でもこのなんといってもこのヨーグルトがめちゃくちゃ美味しいです。グリークで食べたヨーグルトより美味しいんちゃうんかっていう感じです。これ最高なヨーグルト。近年中国各地で広がる失業率の増加と低賃金、特に地方では状況が厳しいとのことで、農村部に戸籍を置きながら最低賃金が高い都市部に出稼ぎ労働者としてやってくる農民工が急増しているとのことみたいです。はい、ここがですね、日雇いの農耕民の人たちが住んでるエリアっていうことで、すごい環境ですよ。もうあそこにはですね、高い高層ビルがあってのこの環境でございます。What kind of job he is looking for? 我们就是干体力的，干体力活。 So they do labor work. Okay. 对 And how much he can get paid per day? 那您一般正常一天能赚多少钱？一天就赚200块钱。 Do you come every day to look for job? 哎，对对对然。后今天算是比较晚的一天。哎，今天不晚，每天7点。7点。您每天都能保证有，就是他会有人？没有，保证不那了。大概概率是多少？就是概率就是60%。 Okay, so compared to 10 years ago, like how is different between now and 10 years ago? 有什么10年前比现在好就业。现在这个房地产不咋高了，也没啥活。哎，是对。彼はユリン市というエリアの出身みたいなんですけど、地元だと日給120元なのに対して、ここ神橋だと日給170から180元稼げて、家賃も月200元で住めるということで、彼は今ここで暮らし、家族に仕送りをしているみたいです。こんだけね、空きのマンションとかね、いっぱいあるのにもかかわらず、こういう環境に住んでるっていうことで、聞いた話によるとですね、マンションは高すぎて、農耕民の人たちは支払えないということで、こういったね、スラムエリアに住んでるとのことみたいです。What's your opinion about them? The living condition is quite crazy, you know, like they're tough. 我就觉得，感觉像我这种本地人都从来没有见过这种景象，然后觉得内心非常触动。我觉得这对于这些人民来说，我觉得挺难受的，反正就是挺能有点共情的这种感觉。我觉得
哎，之前都没有关注过这群人群，然后这儿生活了10几20年都是那啥，他们就像隐形人一样。オルドスの町から少し離れた場所には石炭バブル、不動産バブル崩壊の残骸が今なお放置されたままの状態になっている。さて皆さん、続きましてやってきたのがですね、ここがですね、ハイリゾートということで、とんでもない規模でございます。もうまるでお城が廃墟になったのかっていう感じです。ちょっと中ね、ちょっと入ってみたいなと思います。で、ここはですね、地下っていうことで、あんだけでかい敷地の下に地下もあるって感じですね。すごいな、地下施設。まだ下あるぞ。Still down there, man. Wow. でっか、wow. So dark, I can't see. Look there. It's a parking, supposed to be parking or something. You can't see, no? Huge. ここはカジノになる予定やったんか。ほんまもう中途半端に投げ出されてるって感じですよね。もうすごいな、でもこの規模は。いや、何このでかさ。これ全部廃墟ですよ。やばくない？この大規模リゾートプロジェクトに投じられた資金は約3億人民元。壮大な構想のもと2010年代初頭に建設が始まり、わずか数年後の2013年に事業を担っていた企業が倒産。最終的に約5000万人民元の負債を抱えて姿を消したとのことみたいです。さらには多くの住民が氷貸しに資金を預けてたみたいなんですけど、そのお金は決して戻ってくることはなく、ハイリゾートにはですね、お金を返せなどのね、落書きもちらほやあります。聞いた話によると、あの字あるじゃないですか。あの字はですね、お金返してくれっていう字みたいです。ということで、たくさんの人が、ここに投資して、そのまま破産したっていうことでお金が返ってこないっていうことで、お金返してくれって書いてるみたいです。What's this one, man? Fully furnished. Oh, that's the house. That's the house they're selling. Oh my god. いや、何個部屋あるのっていうぐらい数多くの部屋があって、バスルームも5個ぐらいあるし、しかも4階建てですよ。すごいな。値段が気になるっすね。なんぼやったんか。そう、今来た場所がですね、ここがアミューズメントパークっていうことで、10年前はですね、めちゃめちゃ賑わってたんですけど、今は人がゼロっていう感じです。いろんなね、ローラーコースターとかブランコとかもあるんですけども、サビサビっていう感じで、人は一人もいないなっていう感じです。でね、この横にある、湖がですね、これが人工で作られた湖っていうことみたいです。どんだけのお金が動いてたのかっていうのが目に見えて分かりますよね。今回ね、中国最大のゴーストタウンと呼ばれてるね、オルドスにやってきてですね、前に行ったマレーシアのゴーストタウンよりはるかに規模はでかい感じで、地元の人曰くですね、このね、湖を中心にアメリカのラスベガスみたいに砂漠の中にあるオアシスをね作ろうとしてたみたいなんですけど、点々点みたいな感じだそうです。こんなねバカでかい土地に人がおらんのに、無駄なですねでかさの施設があったり、道路もですね3車線あったり、なんかもう投資の規模が全然違うなって、もうリスクも何も考えんともう行ってもたれみたいなね、そんなね感覚です。地元の人曰くですね、このオルドスの地元政府もかなり裕福で、それはですね石炭であったりということもあって、お金あり余ってるんじゃないみたいな、そんな感じの発言もしてました。地元の人によると、ここ数年でね、中国政府は国内トップクラスの教育機関の一部をオルドスのカンバシ地区へ移転させ、
多くの学生とその家族を誘致し、全体の人口は10年前と比べて増えているとのことみたいなんですけど、若者の姿はほぼなく、高齢者のみの街になりかけているそうです。Do you think why younger generation is not living here? 这里太老了，这里一切都非常的旧，人们的意识、人们的思想都非常的落后。然后，它之所以不适合这些年轻人，可能就是因为新时代这些年轻人，他们会有各种各样奇怪的想法，这里并不能发展他们的这些，发挥出他们的才能。いやー、なんかこれだけの設備があるのに若い人がほとんどいなくて、で人々は投資目的であったり、仕事のためだけに、このね蒲橋に来て住んでる人がほとんどいないっていうのはなんかちょっと寂しい感じしますね。はい、ということで今なんですけど、今日ね昼間不動産の人と話しまして、現在ねこの蒲橋エリアでは人口約12万人で、前年より2400人ぐらい増えたっていうことみたいなんですけど、夜にですね来てみてどれだけ空室なんかっていうのをね実際に見てみたいなと思います。夜の街はですね至る所で電気があって、特にですね高層ビルとかはめちゃめちゃライト照明焚いて、いかにもこの街は栄えてますよって見せつけてるような気もしますね。実際ねこういうところとかのね家とか見てみるとほとんど、明かりがついてないっていうのが現状ですね。人によってですねゴーストタウンの定義は違うと思うんですけど、僕の印象はですねメディアほど大げさな、ゴーストタウンではないなっていう感じで、でも過去はですねすっごい栄えてて、活気があったのに、衰退した寂しい都市かなっていう感じですね。不動産バブル崩壊という現実に中国政府は今後4年間で約7兆元規模の資金が必要とも言われている。そんな中、中国政府は現在約3000億元の資金を投入し、売れ残り住宅を買い取り、公共住宅として再利用する政策を進めている。これは開発業者の資金繰りの支援とともに貧富の格差を減らし、共同富裕という社会のビジョンの実現を目指すための試みだと言われている。果たしてこれから中国はどのような道を進んでいくのか。動画がいいなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。かつて中国最悪のゴーストタウンと呼ばれた内モンゴル自治区オルドスからでございます。アディオス。